皆さんこんにちは、ナミです。今回は夏の着物、一重着物や浴衣を仕立てる時には欠かせない三分受け、一分受けの紹介をしていきます。三分受けとは約1センチ、一分受けは3ミリ間隔で表に小さい縫い目が出て、裏には縫い目が出ない和サイド口の技術です。動画ではわざと布の色と糸の色を変えて紹介していますが、同じ色糸で縫っていくと全く縫い目が見えなくなります。この技術を得得すると和裁に限らず洋裁などにも役立つと思うので、ぜひ身につけてみてください。それではやってみましょう。三分受けは三分間隔、1センチ間隔で表に小さい縫い目が出ていく縫い方です。後ろはこのように縫い目が見えません。表はこのように1センチ間隔で小さい縫い目が出ています。縫う時は三つ折りされたここの布のこの輪っかの中に針が通って縫っています。では先ほどの縫った縫い目の輪の下を切ってみました。中を開くとこのようになっています。ちゃんと輪っかの中に針が入っていて、1センチ間隔で表にポツが出るように縫っています。ではこちら表に返すとこのようになっていて、表は1センチ間隔で小さい縫い目が出ています。で後ろはこのようになっているので縫い目が見えません。では三分受けの説明をしていきます。まず布端から三つ折りをしていきます。1回2回こんな感じですね。そしたら最初にまず針打ちをした方が縫いやすいと思うので針を打ちます。そしてこの人差し指と親指をだいたい L になるように開くようにして、だいたいこの間隔ですね。自分の好きな間隔で針打っていいんですけど、だいたい人差し指と親指を L にした感じの間隔で針打つといいかもしれません。もうちょっと狭い方がいいから狭くしてもいいですし、広い方がいいなと思うのはもうちょっと広くしても大丈夫です。では三分受けをしていきましょう。では三分受けの右手と左手の動きを説明していきます。まず輪の中ですね。この三つ折りされた布の輪の中に針を通しますね。そして表に1回落としますね。そして右手なんですが、右手は運針のように持ちます。針の頭が中指の指皮の真ん中に当たるように位置づけたら、人差し指は布の向こう側。今私が見ている方は裏です。こちら側が表面ですね。で運針のように針を持って人差し指は表の方に、親指は手前裏側で針をつまみますね。そして1センチ三分受けは1センチ間隔で縫っていくので、輪の中に針が1センチ針でこう中指で押して1センチ動かしたら表側に針先が出るようにします。今表に針先が出ています。そしたら中指か薬指、針先に触れます。でこのまま刺してしまうと血が出てしまって痛いので、触れる程度です。触れる程度で、触れたら上に向かって弾きます。針をこんな感じですね。刺すんではなくて触れる程度。そして触れる程度で上に弾いたら、その反動で中に戻ります。今ちょっと出ちゃってますけど、でこれに出ちゃったやつは戻して、でこの輪の中を通って縫っていくので、輪の中で1センチまた進んだらまた表に針先を出して、そして中指か薬指で触れて、で上に針を弾いて戻ってきます。これの繰り返しですね。
で先ほどの説明をもう一度しますと、この左手ですね、左手の動きですけど、左手は人差し指と親指は針打ちのところを持っています。そして中指か薬指ですねの針先で刺すんではなくて、触れるぐらい、針先を触れるぐらいにして、そして弾きます。こんな感じですね。こうやって上の布に戻っています。今音が軽く聞こえると思うんですが、刺してではなくて触れさせて戻る、当てて戻る、この反動で縫っています。はい、では三分受けの良い例悪い例を説明していきます。まず良い例ですね。こちら三分受け。三分受けというのはこちらの1、2、3分間隔で均等に入っているものを三分受けと言います。だいたい3分ぐらいですね、均等に。3分、6分、9分、1寸2分、1寸5分と3分間隔ぐらいで入っています。均等に入っています。これは良い三分受けですね。あとポツの大きさも一緒くらいですね。これは良い三分受けです。はい、ではこちら悪い例になっていきます。悪い例はですね、まず見た感じで言うと、ここは縫い目が大きくなってますね。これが理想の縫い目なんですが、極端に大きいですね。これはあまり良くないですね。あとこちらすごく小さい。三分受けは場所によっては小さく入れた方がいい箇所もあるんですが、あまり小さくしすぎると、もうこことかわかるんですが、糸引きが起こっています。繊維だけをすくっている状態なので、繊維だけすくうと糸引きと呼ばれる状態で生地を傷つけてしまいます。これもあまり良くないですね。なので縫い目の大きさとしてはここのぐらいの大きさが理想だと思います。あとここ歪んでますね。急に下の方に、ポツはいいですけど急に下に下がって歪んでいます。これも良くないですね。あとこちらですね。ポツの大きさとか、あと均等さはいいんですが、間隔が広いですね。だいたいいくつぐらいですかね。5分ぐらいの間隔で入ってると思います。これがなぜダメかというと、後ろに返してみるとこう指が入ってしまいますね。指が入ってしまうということは、着た際に指などが引っかかってしまう場合で、引っかかってしまって生地が傷ついてしまったりとか着にくかったりするので、3部だと指は入らないのでいいんですけど、5部だと指が入ってしまうので、3部間隔っていうのは難しいかもったら少し広くなってしまってもいいんですが、指が入らない間隔で三分受け、茎をするようにしましょう。あともう一つ少しダメなのが、こっちから見てみると分かるんですが、三分受けはここの輪の中、この輪の中に2が通っていくんですが、ここ通ってませんね。通ってなくて2が表に出てしまってる。これも良くないですね。以上の点を気をつけて三分受けをやってみましょう。はい、では次は一分受けの説明をしていきます。一分受けは三分受けと同じ縫い方ですが、三分受けより細かく縫います。三分受けは三分間隔ですが、一分受けは一分間隔ですね。この輪っこの中に針を通して、縫い方は一緒です。ただ細かくなるだけですね。この一分受けは浴衣や一重着物の袖口などに使われるので覚えておくといいでしょう。一分受けは三分受けと違ってとても細かいので糸しごきが出にくいです。なので慣れない方は少し短め、1寸2寸縫ったらもう糸を出してしまって糸しごきするのが良いでしょう。こちらが一分受け。
表から見ると一部間隔でポツが出ています。後ろから見ると縫い目は見えません。三分受けと同じですね。気をつけることも三分受けの時と一緒です。糸しごきをする際は表が親指に当たるように優しく糸の手繰りを出してあげましょう。